の同い年トリオコインズは誰がリーダーかまだ争ってる。ソンフンとジェイクの中にジェイが嫉妬爆発。ソンフン、ジェイク、ジェイの同い年トリオのユニットコインズ。小競り合いが止まらないこのケミの争いの歴史を振り返ってみましょう。サバイバルオーディション番組アイランドでデビューしたエンハイフン。3人の歴史の始まりはこの番組抜きでは語れないですよね。コインズとは2002年生まれのメンバーで結成された02を用いて作られたケミです。ソンフンとジェイはアイランドの入場テストで同じユニットを組んでいました。この時すでに2人には目を引くものがありました。登場シーンでは他の練習生たちがリアクションしていた動く床にも驚かずビジュアルを保っていた2人。すでにただものじゃねえ。入場テストでもバチバチに決めてみせてくれましたし、期待を裏切らない。力強い表現のジェイとしなやかな動きのソンフンが見事に調和されていたステージ。練習生やプロデューサー陣からもすごくうまいと注目されていました。一方ジェイクは倍率500倍というオーディションに勝ち抜いた練習生で9ヶ月と準備期間が短かったにもかかわらずアイドルとしての可能性を高く評価され期待値大。手話ジェイクが映るたびになんかこの子すごくキラキラしてるんだよなと思って見てました。特にヒスン、ソンフン、ジョンウォン、ケイというアベンジャーズと共にフリッカーを披露した時のジェイクは実力が他のメンバーに比べまだ足りないなんて全く感じない。もうキラッキラのアイドルしてました。生まれながらにアイドルなんだね。そんな中3人の関係性はどのように始まったのか見てみましょう。ソンフンとジェイクの仲が良すぎてジェイはスタッフから心配されていた。アイランドで出会ったジェイクとソンフンは急激に仲良くなっていきます。性格が似ているため一緒にいると居心地がいい存在に。なんとジェイクとソンフンは MBTI も ISTJ で同じなんです。気が合うわけですね。番組もいよいよ終盤に差し掛かった頃、生存者発表式を控えて今一番伝えたいことはという内容でメッセージムービーを送ることになりました。ジェイクはソンフンに急激に親しくなれた気がして嬉しかった。僕が辛い時はケアしてくれて本当にありがたかったし、君が僕を助けてくれたように僕も君をずっと助けたいと告白。普段はあまり感情を表に出さないソンフンがジェイクのメッセージに号泣。2人の友情が垣間見れた瞬間でオタクの心をがっちりとホールドしました。そんな様子を番組制作スタッフは例えるならおしどり夫婦のような関係性だと2人の仲の良さを語っています。ジェイとソンフンを担当するスタッフさんからはアイランドに入ってソンフンとジェイクが急激に仲良くなったのでジェイのことも仲間に入れてあげてほしいと思っていたそうです。スタッフさんに同情されるジェイ、2人の関係性に嫉妬してウォンブス、恨み起こり羞恥心なジェイを想像してしまう。一方男気あふれるジェイとフェミニンな王子様なソンフンは周りから見ても対照的な2人でブラック&ホワイトやオレオズと言われていたそう。性格が全く違うタイプに見えますがどうやって仲良くなったのか気になります。ジェイとの関係性についてソンフンは僕は最初は人見知りが激しくて自分から近づいていけない性格なんですけどジェイの方から来てくれて仲良くなりました。ジェイみたいにクールでサバサバしていてある意味ちょっと天然なそんな友達がそばにいてくれるので気持ちが安らぐこともあります。練習生の頃から仲が良いのが不思議と周囲から言われていた2人。対照的だからこそ引きつけられる魅力がお互いにあるんだね。しかし再びジェイの嫉妬案件。実はソンフンの彼女候補についてしれっと番組で公表される事態が。自分が付き合うなら誰の妹を紹介されたいという衝撃質問に回答するこちらのシーン。現実にいるいないは関係なくメンバー全員に妹がいると仮定して選ぶなら誰かという質問で顔も性格も似ているという設定です。家族にしたいのは誰？当然僕でしょとせかすメンバーたち。みんな選ばれたくて必死なのおもろい。そんな中ソンフンに選ばれたシンデレラボーイはジェイクでした。わかる、正直めっちゃ納得。現実に妹はいないけどもしいたら任せるよと握手するジェイクとソンフンにメンバーたちは大歓声。ジェイクは本当に優しい、心が誰よりも純粋だとソンフンは絶大な信頼を置いていて、そんな2人にジェイもジェイクなら信頼できるよねと2人の友情を認めたのでした。それにしてもソンフン、ファンだけでなくメンバーからも取り合いになるなんて罪な男すぎる。デビューしてからの3人はクラスによくいるわちゃわちゃじゃれている男子のような関係性で同い年の3人で誰がリーダーかとずっと言い争ってます。エンハイフンのコンテンツエンターキーではコインズのリーダー争いが勃発。カメラを向けられたジェイクはエ
のコインズのリーダージェイクですと自己紹介すると、すかさず誰がリーダーだって、僕がリーダーだとソンフンとジェイが割って入ります。結局じゃんけんで決めようということになり、勝利したジェイがリーダーに。平和か。しかし納得いかなかった2人は次の場面で誰がリーダーにふさわしいかを熱弁。ただし各々自分を推薦です。発表用紙に見立てた財布とかメニュー表とか可愛すぎた。コインズのリーダー争いが可愛すぎる。リーダーは誰なのか V ライブで発表希望。去り際の J 面白いとエンジンも爆笑。今や定番となったコインズのリーダー争い。結局のところ誰がリーダーになったのか気になっているファンも多かった。これについてコインズのリーダーは決まりましたかというインタビューにソンフンは、やっぱり僕が言い出しっぺなので僕がリーダーだと思います。一番下は決まりました。 J で決まりです。本人はまだ認めていないんですが、もうそういう風に認識されていますと公言。争いはまだまだ続きそうですね。リーダー争い以外にも小競り合いが多い3人ですが、普段は意外と気が合う間柄なんです。 J のルームメイトがジェイクに変わった時のこと、 V ライブで J が一番最適なルームメイトと話していました。これについてジェイクは、僕が全部片付けてあげるからじゃないでしょうか。僕と J は仲良しでもありますし、趣味が似ているのでゲームも一緒にしようと思ってルームメイトになりました。さらっと片付けないことを暴露される J。 ソンフンもコインズについて、メンバーはみんな一緒に家族のように過ごしているんですけど、僕たち3人は関心のあることが似ているので、そういうことについてたくさん話す方ではありますね。ちょっと前には一緒に料理もしました。 J 主導でチヂミを焼いてみたんですけど、ちょっとしょっぱかったですが悪くはなかったです。何かと J については一言多いけど仲良いな、ああじゃないこうじゃないって言いながら料理している3人が想像できる。さらに将来は3人でカフェを経営したいという夢も掲げているんです。リバーズライブでのバレンタインデーケーキを作る3人の会話が可愛すぎた。コインズは将来設計の中に出店するという夢があるようで、ソンフンはカフェ、ジェイクはベーカリーやかドッグカフェを出したいみたいなんです。 J はそのどっちかの店で働くという。ワロタ、エンハイフンを引退した後の話なのでまだまだ先ですが、夢が膨らみますね。毎日が慌ただしく過ぎていくメンバーたちの日常。そんな中小競り合いもするけれど、コインズの絆は強い友情で結ばれていると感じられます。これからも末永く仲良くやってほしいと願います。控えめに言ってコインズ最高。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。